葬儀場で一方的に殴られてもただ耐えるだけのイルジョ。そのあまりの惨めさにいとこのジョンハンはどうして人はここまで落ちてしまえるのだろうと不思議な興味を抱く。そして気まぐれのように彼を自宅へ連れて帰るのだ。しかし自分に優しくしてくれたジョンハンにイルジョはいつの間にか本気で恋をしてしまう。ある夜、眠っているジョンハンにそっと口づけをしてしまい、その瞬間彼は目を覚ます。思いは一瞬で露見した。怒りを隠さず、ジョンハンは明日の朝には出て行けと突き放す。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。だが翌朝、ベッドの中で苦しみ今にも死にそうなイルジョを見つける。病院へ運ぶと胆石。手術費は高額でジョンハンが立て替えることになった。もちろんイルジョに返済できるはずもなく、ジョンハンは体で返せと容赦なく言い渡す。傷口も治りきらないままイルジョは掃除に洗濯、夕食作りまで懸命にこなす。しかし料理があまりに破滅的で2人は友人の誘いで外食することになった。その夜ジョンハンは酔いつぶれ、家に連れ帰るのも一苦労だった。帰宅後、ジョンハンは傷の手当てをしてやると言って何気ない行為があまりにも親密で抑えていた衝動が崩れ、思わずイルジョに深く口づけをした。翌朝、二日酔いでソファーから起き上がったジョンハンはイルジョに体で返す契約書を突きつける。家事をすれば1ヶ月ほどで返済できるだろうと。ちょうどイルジョはバイトも決まりすぐ返せるはずだった。ところがそのバイト先はジョンハンの会社のカフェだった。予想外の再会に動揺したジョンハンは昨夜の出来事を思い出し、逃げるようにその場を離れる。家に戻るとイルジョは必死に説明する。友達に誘われただけでそこがジョンハンの会社だとは知らなかったのだと。そして昨夜のことを聞かれ、最後まではしていない。途中でジョンハンが寝てしまったと答える。ジョンハンはイルジョに好かれることを嫌いだとはっきりと言葉にして伝え、どうしたらお前がこの気持ちに終止符を打てるんだと問いかける。イルジョはか細い声でキスと答えた。その瞬間、ジョンハンは迷いなくイルジョへ歩み寄る。だがイルジョは慌てて身を引き、まだ歯磨きしていないと必死に静止する。結局シャワーまで浴びて万全の状態で戻ってきたが、ジョンハンはどこか事務的に口づけるだけで寝ろと短く告げて背を向けた。翌日、同僚が新しいバリスタは店長と仲がいいと噂するのを聞いたジョンハンは一気に嫉妬が湧き上がる。そのままカフェへ向かい、わざと大量に注文し、店長の前でブラックカードをイルジョに差し出した。夜になるとジョンハンはイルジョを高級レストランへ呼び出し、店全体を貸し切りにする。イルジョは何か怒られるのではないかと怯える。その時、店長から電話が入り、イルジョがジョンハンと食事をしていると知った瞬間、すぐに迎えに行くと電話越しに叫ぶ声が響く。全てがジョンハンの耳に入った。ジョンハンは最悪の気分のままワインを水のように流し込む。再び酔いつぶれたジョンハンはホテルに入り、暑いと言ってイルジョにネクタイを外させる。次の瞬間、そのネクタイでイルジョの手を強く縛り、ベッドへ押し倒した。一方、イルジョの方はジョンハンに自分を完全に預けた。また次回お会いしましょう。ではでは。